お疲れ様です。鹿児島県の瀬戸内町議会議員の安山雄一です。本日お話しさせていただきますのは、秋高田市の石丸伸二市長時代にスタートをさせました、高校生の生徒が決める100万円事業という取り組みの件についてお話をさせていただきたいと思います。もうこの件、よく知っている方も多いかと思うんですけれども、現在早いものでもう2年目を迎えているんですね。そして昨日の広報誌においても、この2年目の事業の成果報告というものが掲載されておりました。今日はその一件を通しながら、この1年目、2年目、この事業どういう風な形で、運営されていったんだろうかというようなところを皆様に共有させていただいて、そして、こういった取り組みが、やはり今後の将来未来を担っていく若者たちにとって、貴重な経験になるんではないのかなというようなところも踏まえながら、私の見解をお話しさせていただきたいと思います。ぜひ最後までご視聴いただけたらと思いますので、こちら動画いいねボタンお忘れなくよろしくお願いします。チャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いいたします。まずこちらの方からご覧いただきたいと思います。こちら、秋高田市の方にふるさと納税をされていた方々も多かったかと思うんですけれども、こちらの方は令和6年度のふるさと応援基金充当事業という一覧になります。その中に、こちらですね、この高校応援プロジェクト補助金200万円という形で、市内2高校に各校の特色ある生徒育成プランの実現のための費用の一部を補助しましたということでの記載がございます。で、こちらの事業、実際に令和6年度、そして令和7年度、どういった形で運営されていたのかというようなことを整理させてお話をさせていただきたいと思います。まず、こちらがですね、2024年の3月の秋田方市の広報誌になります。こちら、スタートの年になったんですけれども、吉田高校、向原高校の生徒会長に100万円ずつを渡し、生徒会長の裁量で自由に使ってもらうという新しい試み、生徒が決める100万円事業と、昨年12月に生徒と石丸市長の面談が行われ、ついに取り組みがスタートしました。生徒みんなのため、学校のため、この町のため、100万円を自由な発想で活用してもらいますということで、こちらの取り組みが、このね、スタートした年になったわけなんですけれども、実際にこの部分どういう風になっていったんだろうかというところね、気になるところかと思います。で、この財源についても YouTube からの収入によって実現した事業ですということで、やはりこういった形で自治体が YouTube での収入を得るというようなことの発想すらなかった時に、こういった取り組みを石丸さんがスタートさせて、ライブ配信等々も本当にスパチャなどものすごい金額が動いていましたし、さらには、皆さんね、多くの方にご視聴いただいて、やはりそういったところでも注目度がどんどん日に日に増していったというのが秋田方市長時代でしたよね。で、そういった様々な皆様からのご支援もあり、その収入を経て、この事業を行ったということだったんですけれども、実際に気になる中身見ていきたいと思います。まずこちらの方から見ていただきましょうかね。吉田高校の方で、行われた取り組みにもなるんですけれども、こちらは2024年の11月の秋田方市の広報誌の方に掲載されております。吉高マルシェでしょうかね。そちらの方が、こちらの9月に行われましたということでのお話になります。その時はですね、今回、この事業がスタートした時には、2回目、前年にも行われていたようなんですけれども、この100万円を活用して、で、さらに、バージョンアップさせていったというような取り組みになられたようです。で、こちらの方もですね、いろいろな創意工夫などもやっぱりされていて、このようにですね、新潟県のとある市の、ところにある吉田高校とのコラボレーションが実現ということで、同じ、名称の高校とコラボしたというようなところ、そして、このようにですね、ラーメンの特徴をオンラインで教えてもらい、当日はモニターでその映像を流しながら商品の魅力を伝えたりというようなことで、やはり生徒ならではの発想で実際に行っていたと。とにかくやはり Do をしていくっていうようなこと大事ですよね。やると。
で、その小さなdo を繰り返し繰り返しやっていくことによって学びが得る。ね、もっとこうできるんじゃないのかなっていうようなことも含めて、やっぱりそういった貴重な経験を得られたというようなこと、大変素晴らしいなというふうに感じております。でね、やはりこういった形でデザインの話だったり、接客の話だったり、様々な学びがありましたというようなことなども、このように報告で、上がっております。で、さらにですね、こちらの方もご覧いただきたいと思いますが、こちら、吉田高校のインスタグラムになるんですけれども、今年の2025年ですね、3月、4月あたりにですね、行われていたんですけれども、実際にですね、こちらの吉田高校の方には、学食がないということで、で、それで、パン屋さんとかね、来てくれたら嬉しいなというような、嘆きの声があったということで、中国新聞の方にも3月に掲載されていたようです。で、その中で、この、パン屋さんたちがですね、ご協力をしてくださって、で、こちら、パンの方を実際に、高校の方で、作るよというようなことで、高校のために作ってくださったんですね。で、それで実際にじゃあ、しかしながら、売るっていうようなことになると、ちょっと自分たちの人手的に厳しいなというようなことで、そこで話が持ち上がってきたのがですね、この社会福祉法人、ひとは福祉会さん。こちらの福祉会さんの方から、この企画の話などがですね、吉田高校の方ともいろいろとやり取りがあり、こちらの福祉会さんの方から、この先ほどのパン屋さんのパンをこちらに仕入れて、ひとはさん福祉会さんの方がこちらの仕入れたものを実際に吉田高校の方で販売をすると。で、その販売するにあたっての物品関係もこの100万円事業を活用されたというようなことでの新聞掲載もありました。そういった中でやはりね、このようにですね、ひとはさんのところの理念等々書いてありますけれども、障害を持つ仲間たちと誰でもが共に暮らせる社会を作るための発信を続けています。ひとはは文化の発信基地です。障害を持つ仲間たちと誰でもが共に暮らせる社会を作るための発信を続けていますということで、このようにですね、やはり、現在、インクルーシブという言葉も聞いたことあるかと思いますけれども、やはりこの共生していく社会を、この高校生のうちにですね、こういった形で交流を持つというようなところ、さらにはパンも完売していくというようなことで、非常にね、双方にとってウィンウィンになりますよね。というような中でも、大変いいご縁、気づきというものもそれぞれにあったのではないのかなと感じたところです。そういった中でやはり地域の事業者さんがこのようにですね、学生たちに協力してくださるというような温かさというものも大変素晴らしいなということを今回その企画を見て感じたところでした。はい。皆さんご存知でしたかね。で、そして、こちらの方ですね、令和7年度のところに向けてですけれども、2年目に入る、この話がここに書かれております。2025年の5月の秋高田市の広報誌になります。吉田高校、向原高校、それぞれ、マルシェを規模拡大したり、昨年行ったフェスを再度行うというような形で書かれていたりということで、それぞれが、この1年目のね、反省点、課題等々も踏まえながら、2年目、次の世代の生徒会が、主になりながら、イベント企画をされて実現に向けて、行っていったというような年になったわけですね。で、その中に、こちらの方に、実際に向原高校のイベントからですね、2025年の8月の秋田方市の広報誌の方に、このように、報告の方が上がってきております。昨年に引き続きということで、フェスの方を開催しましたと。いうことになっております。今年は恥ずかしいか青春和をテーマに学校に活気を取り戻すべく、全校生徒一丸となって取り組みましたということで、すごいですね。約500人のね、方々が来校しましたということで、大変盛り上がったんだろうなというふうに感じるところです。また、アンケートも行って、フェス開催の意見が多かったのということだったり、地域の方々とも楽しみを共有したいという思いから、魂フェスの開催に決めましたという、この2回目に至る思いも書いていますね。で、今年はより盛り上げるために文化祭
と合わせて実施ということで、やっぱりそういった中でちゃんと反省して次に活かしていくというようなことをされているというようなところが、やっぱりこれ社会に出ていくにあたって皆さんも社会人として当たり前にね、そういうことをやられてると思うんですけれども、それを学生のうちに実際に自分たちが企画して、そして、そのイベントの中でも、いろいろなですね、人にご協力をしていただくというような形で、様々な人たちと関わり合うというような中では大変貴重な、この企画だったんではないのかなと感じたところでした。そういった中での、こういった生徒会長の声というものも掲載されておりますね。で、さらに、そのイベント自体どういうような内容だったのかというようなことも、インスタグラムの方で、向原高校の方ですね、掲載などもされておりました。このようにですね、多くの出展者の方々、アーティストの方々、キッチンカー、その他という方で、本当に多くのね、団体の方々、地域の方々にご協力していただいてのイベントになったんだろうなというところを感じたところです。はい。大変素晴らしいですよね。で、そして、次ですね。こちら、吉田高校のマルシェ、になりますけれども、こちらの方は、今年度は多くの世代の方々に参加していただき、より賑わいのあるイベントとするため、新たにキッズスペースを設置し、食品販売店舗での試食を実施しました。さらに簡易ステージを購入し、地元音楽ユニットによるミニライブを行うなども行い、大変盛り上がりましたというようなことなどね、書いております。やっぱりそういった中で、こういった、サービスがあった方がいいよねとか、実際に、さらに盛り上げるためには何があったらいいんだろうかというようなこともちゃんと反省、課題を皆さんで話し合いをした中で、実際に実現するというようなところが素晴らしいですよね。これも同様にですね、生徒会へのアンケート結果をもとに生徒会で話し合いを重ね、全生徒で盛り上がれる企画としてのマルシェへの活用に決めましたと。例年よりも規模を拡大して開催しましたが、新しいことを取り入れることだけではなく、これまでのマルシェの良さを残しつつ、来場者に喜んでもらえる方法を考えるのに苦労しました。今回の経験を通して一つのイベントを成功させるには多くの人の支えと協力が欠かせないということを実感しましたというところで、やはりこれやってみないと本当わからないことですので、そういった流れの中でね、難しいこと、課題もね、ちゃんと自分の肌で、ね、実体験して、で、それをどういうふうに解決していけばいいのか、前に進めていけばいいのかというようなことをこの高校生の時代に体験できたというようなことで、やはりこの生徒が決める100万円事業、で、今回も、この2校が行ったというようなことで大変素晴らしい機会だったんではないのかなと感じたところでした。はい。ね、本当羨ましいですよね。はい。このマルシェのポスターに関しては、このような形になっておりますね。はい。というようなことでですね、大変素晴らしい、この2つの企画を2年目、無事終えたというような形で、次の3年目もあるかどうかというようなところに関しましては、また、次の3月の新年度予算あたりですかね。で、話の方も出てくるかと思います。というような中で、それぞれの学生たち、学生だからというようなことではなく、学生だからこそできる企画というものをこのように実現して、で、そして反省点も次の年にちゃんと活かしていくというような、この PDCA を回していくというようなことを実体験するというのは大変貴重ではないのかなと思うところです。そういった流れの中で、実際にこの100万円という皆様からのご支援があって、で、そのお金をどのように使うのかというような責任もですね、しっかりと自分たちで負うというようなことも、やはりこれも財産になるんではないのかなと、僕自身も感じたところです。ね、こういった取り組み、瀬戸内町の方でも、ね、以前議会の方でもちょっと話させていただいたんですけれども、ね、来年度予算とかね、ついてくれると嬉しいんですけれども、どうなっていくのかなというところ、はい、今後見守りたいなというふうに思いますし、引き続き背中を押していけたらなというふうに思っているところです。他にもこういった取り組み、輪が広がっているようなどの情報を知っている方、もしいましたら、ぜひコメント欄の方にご意見など寄せてもらえたら幸いです。ということで、秋田方市長時代の石丸慎二さんが種をまいた、こちらの企画が、だんだんね、毎年毎年花を咲かせて、そしてより綺麗な美しい花になって皆さんを、笑顔
顔にしてくれてるというような、この2年目が、迎えたんだなというところで、僕自身もこの広報誌を見て、嬉しいなというふうに思ったところでした。はい。皆さんもどのような気持ちになったか、ぜひコメントお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございます。こちら動画いいねボタンお忘れなくよろしくお願いします。チャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いいたします。では、また次回お会いいたしましょう。本日もありがとうございました。失礼いたします。